今回の動画では、2月25日より開催予定のサイドストーリーイベント、期間、密林の長と同時に実装されるオペレーター。行くぞ、奴らをぶちのめすぞ。と耳の紹介及び解説を行っていきます。こんにちは、ドクター。邪魔しに来たわけではありませんよ。私は、勉強に来ました。ガビルさんはもうこちらに来ていますから、私も一人で故郷に残るわけにはいかないでしょう。と耳はサイドストーリー期間密林の長でドクターたちが訪れたサルゴンの奥地出身のアダクリス人で、ロドスでオペレーターとなるまでは部族ガビルの医師の族長をしていた人物です。ガビルとは子供の頃からの友人であり、とある事情から強い憧れを持ち、何事もガビルのことを最優先に考えてしまうほどには敬愛しています。その敬愛っぷりは自身が族長を務める部族の名前にも反映されており、ガビルの医師という名前をガビルが部族から去った後に勝手につけてしまうほどで、今回の首長選でガビルに手紙を出したのも紛れもなくトミミ本人です。実際のところ、トミミのガビルへの興味と関心は行き過ぎている部分もあるのですが、それに対してガビルは少しは離れろとは忠告するものの、つっけんどんにはしないあたり、ガビルも迷惑というわけではないのでしょう。性格は温和かつ真面目で、一見するとトラブルを起こさないような雰囲気はあるのですが、実際のところはやや頑固なところがあり、特にガビルのことになるとそれは顕著になります。そしてトランスポーターによる代理購入によって共通語を話すことができ、外界のことをある程度は知ってはいるのですが、その知識源となる雑誌の内容がかなり偏ったものとなってしまっているため、と耳が着ている服装が都市部でのトレンドだと思っていたり、よくわからないビジネスマナーを身につけ、それを部族で実践したりしています。現実で例えるならば、社会マナーを身につけようとした若者がうさんくさいビジネスマナー講師に引っかかってしまったという感じです。また、現実であればそれを周囲が間違っているということを教えることで是正することは可能なわけですが、と耳の周囲の人たちは残念ながらお気楽かつ単純で、一応はと耳が最も外界のことを知っているということにはなっているので、誰もそれが間違っているとは思っていませんし、族長の言うことは基本的には絶対なので修正しようともしません。そのため部族ガビルの意志は自然の中で生きることが主となっているにもかかわらず、生活の中でビジネスマナーも取り入れているというよくわからない状況となっています。例として挙げるなら、服装を統一、スローガンを叫ぶ、ループス族を知らないのにループス族のように頑張れというなど、周囲の人から見れば奇妙奇てれつ極まりない姿です。これらはあくまでも部族をきちんと管理していこうとした上で行った行動なため、と耳は努力家ではあるのですが、力の入れる方向が明らかに間違っているとしか言いようがなく、かなり抜けている人物と言えるかもしれません。そしてこのような天然とも言えるような行動はロドスに加入しても収まることはなく、と耳は実施オペレーターとしてロドスにオペレーター申請をしたのですが、一部の試験担当のオペレーターはそれを認めようとはしませんでした。理由は至って単純なもので、実師としては肉弾戦闘の欲求があまりにも高すぎるからとのこと。言ってしまえば医療オペレーターなのにもかかわらず前に突っ込んでしまうガビルと同じで、と耳も術師オペレーターなのにもかかわらず持っている杖で敵を殴ろうとしてしまうようです。現在では晴れて術師オペレーターには慣れていますが、このような常識破りの肉弾戦タイプの術師オペレーターの誕生は、他の術師オペレーターたちに自分たちも体を強くしないとという考えにさせたため、と耳が術師オペレーターになったということは結果的には良かったのかもしれません。そしてと耳の最大の特徴である巨大な尻尾ですが、これは現在も成長を続けてしまっているとのこと。と耳自身はこれには少し不便に思っているようで、何とかして尻尾を細くしようか、それともこのままにしておこうか決めかねているようです。ガビルとしてはつかみやすいという理由で、そのままでも良いとは思われているようですが、と耳のモチーフとなっている動物は、小心2のイラストに描かれている生物を見る限りでは、マレーガビアルかと思われます。
ワニは大まかな種類としては、クロコダイル、アリゲーター、ガビアルの3種類が存在しており、多くは口元の形で、それぞれのワニがどの種類なのかを判別することができます。マレーガビアルは口元が細長く、これはガビアルの特徴と酷似しているのですが、マレーガビアルは実際はクロコダイルに属しているという少しややこしいワニです。そのため別名ガビアルモドキとも言われています。その他の特徴として体には黒色の斑点があり、腹部は白く、性格は至っておとなしいため、人が襲われたという報告はほぼないとのこと。小耳の白い肌と所々が破れている黒いストッキング、おとなしい性格はマレーガビアルの特徴を反映したものなのかもしれません。なお、現在マレーガビアルはおとなしい性格が災いしてか、革製品目的で乱獲されてしまい、絶滅の危惧に瀕した動物となっており、日本では2020年より個人での飼育は不可能となっています。もっとも飼育環境を揃えるのがかなり難しい動物のため、個人で飼育している人はほとんどいなかったようですが、いつかこの旗に恥じないようになってみせます。いつかきっと。トミミはアーミヤやエイヤフィアトラと同じ団体術師オペレーターですが、攻術する素質によって他の術師にはない特性を備えています。HP や攻撃力などのステータスは HP にかなり性能が割り振られており、最大で2000超えと前衛オペレーターと同等クラスの HP となっています。一方で攻撃力は他の術師オペレーターと比べてもかなり低めとなっており、レアリティでは下となっているヘイズよりも8低くなっています。同じ星5術師オペレーターであるアーミヤと比べると77も差があるため、お世辞にもステータスで見ると火力があるとは言いづらくなっています。また、防御力も高い数値とは言いづらいため、HP の割には耐久力もやや不安のある性能と言えるでしょう。素質、荒野の砲術は、トミミがスキルを発動した際、トミミの攻撃範囲を縮小させ、トミミの攻撃力を大幅に強化し、さらに物理攻撃へと変化させる効果を持ちます。攻撃範囲は自身の前方1マスと左右1マスのみという非常に小さなものとなっており、斜め前の敵すらも攻撃することが不可能となり、さらに空中の敵も攻撃できなくなります。そのため、高台ユニットでありながら、攻撃の性質としてはかなり地上ユニットに近いものとなり、さらに、トミミはこの素質を用いてのスキル発動時の火力が非常に重要となっているので、配置場所には十分に配慮してやる必要があります。全体的に見ても術師オペレーターというよりも、ごく強範囲の狙撃として見る方がいいかもしれません。いずれにせよ、素質の時点である意味で、術師の枠にはとらわれない、非常に癖のあるオペレーターと言えます。潜在強化による効果は、コストマイナス1、再配置時間マイナス10秒、コストマイナス1、素質効果強化、コストマイナス1となっており、配布オペレーターの典型的な潜在強化内容となっています。潜在強化をしなければ再配置時間が80秒かつ配置コストが22というかなり重い単体術師となり、さらにスキル発動時の攻撃力が潜在強化をした場合よりも 20% も下がってしまうので、トミミを運用する場合は必ず潜在強化はしておきましょう。スキル1、部族のアーツはトミミの攻撃速度を強化するという至って単純なスキルですが、こちらのスキルにも当然素質の効果が乗るため実質的には攻撃速度上昇、攻撃力強化、攻撃範囲縮小、物理攻撃化のスキルとなっています。攻撃範囲は戦術したように非常に狭いものの、トミミを最大まで強化した場合は攻撃力1400弱の物理攻撃を約 0.87 秒に1回繰り出すという前衛顔負けのスキルと化します。DPS 換算で言えばスキル発動時のメランサの約2倍、スキルレベルを7まで強化したスキル2をセットしたスカジとほぼ同等という明らかに術師オペレーターではない物理攻撃火力を叩き出します。オペレーター申請時に術師オペレーターとして登録されることが渋られた理由がよくわかりますね。スキルの火力を比較した表が上記の通りとなっており、同じ単体術師で物理攻撃化するスキルを持つあのケオベともほぼ同等の DPS となっています。シュバルツに対してもスキル総ダメージはスキル持続時間の関係上、トミミの方が低くはなっていますが、
DPS という点では上回っています。ただ、すべてにおいてトミミの部族のアーツが性能として上回っているということはなく、ゲオベのスキルは持続時間の関係上、取り回しが悪い一方で単体狙撃と同じ攻撃範囲と、素質による敵防御力の貫通効果が、シュバルツは攻撃間隔が長いものの、一発の攻撃力が非常に高いので、敵の防御力をある程度無視しやすい性能となっています。一方でトミミは一発の火力というよりかは手数でひたすらダメージを叩き出すという単体狙撃に近い特徴を持った攻撃を行います。そのため防御力が低い敵には圧倒的な殲滅力を発揮する一方で防御力が高い敵には無力になりがちです。総じて単体術師が間近の敵を杖でひたすら殴るという非常に面白いスキルではありますが、光る場所がかなり限られてしまっており、なおかつ地上ユニットには範囲前衛という殲滅において非常に強力なオペレーターが存在しているため、全体的に見るとやや力不足感は否めません。またスキルを発揮できる場所を作ってやる必要がある手間も考えると、リターンとしてはかなり微妙なところがあり、苦労の割にはと言わざるを得ません。また特化に必要な素材とスキル効果の上昇率を鑑みても極端に性能が上がるというわけではないので、このスキルのスキルレベルは7のままで問題はないでしょう。スキル2、ガビル保護計画は特化3以外は攻撃ごとに確率で、攻撃対象を一定時間スタン、攻撃力上昇、攻撃が範囲攻撃化するのどれかが発動するというスキルで、非常にランダム性の高いスキルとなっています。なお、特化3以外はいずれの効果も発動しない場合があり、その場合は通常の物理攻撃となります。なお、こちらのスキルにも当然素質の効果が乗るので、スキル効果には戦術したランダム効果に合わせて、物理攻撃化、攻撃力上昇、攻撃範囲縮小が追加されます。スキルの性質としては R の特性であるランダム効果付与に近いものとなっており、良くも悪くも出力される火力はかなり不安定で、最大まで強化した場合にはおよそ3100の攻撃力で攻撃をしたり、1400弱の範囲攻撃を行ったり、1.6 秒のスタンを付与したりと発動すればどれも強力なものにはなっています。ただ、やはりランダム性というのはくせ者であり、さらに最大まで強化していなければそもそもスキルが発動しないという場合もあるため、スキル発動中はまさに運任せの状態となってしまいます。スキル火力を比較した表が上記の通りとなるのですが、確率が絡んでいるため、この表もおおよその目安でしかなく、提示しておいて言うのもなんですが、ほぼ当てにはなりません。正直に言ってしまうと、概説者泣かせのスキルになっています。ただ、平均的に見るとトミミのスキルには、スキル1よりも総ダメージは低くなっており、火力系のスキルというよりも、スタンによる足止め系のスキルにはなっています。なので、基本的にはイーサンやマンティコアといった、敵の移動を止めることができるオペレーターと組み合わせることで、敵の足止めと火力を両立させることができるでしょう。敵の移動速度を低下させることができる、同時に実装されるフリントとも相性はいいかもしれません。いずれにせよ、トミミはこのスキルであっても、明らかに一般的な実師とは全く違う動きをするため、実師とは全く異なる性能を持った別のオペレーターであると考えた方が無難となっています。特殊オペレーターに片足を突っ込んでいるとも言えるかもしれません。このスキルを運用するのであれば、多用しないのであればスキルレベルは7でも問題はありませんが、このスキルは最大まで強化することでスキル発動確率が 100% となり、さらにスタン時間も 1.6 秒まで伸びることとなります。ですので、このスキルを主軸にしてトミミを使用したいというのであれば、スキルレベルは特化3まで上げ切ってしまうことをお勧めします。というより、特化3まで上げ切らなければ不確実性が高すぎるため、まともに運用することはできないかもしれません。トミミの基地スキルは宿舎スキルと訓練室スキルの2つとなっており、ここでもガビル大好きな設定が反映されています。宿舎スキルはトミミを宿舎に配置していた場合、自身以外のオペレーター1人の体力回復速度を増加させ、その回復対象がガビルだった場合、体力回復速度をさらに増加させるという、シュバルツがセイロンに対して発動する宿舎スキルの対象がガビルになったものとなっています。ガビルは基地スキルに昇進素材加工時副産物生成確率プラス 75% を所持していますが、
セイロンはその上となるプラス 80% を所持しているため、ガビルを素材加工に使用するかは微妙なところ。言ってしまえばガビルとトミミの組み合わせは廉価版セイロンとシュバルツでもあるので、加工書スキル持ちのオペレーターを豊富に所持している方は、この宿舎スキルを多用することはほぼないでしょう。もう一つの基地スキルは訓練書のスキルとなっており、訓練対象の強化スキルのレベルが特化1なのであれば、訓練速度を大幅に速めるというものとなっています。実施オペレーターはイフリータのように何気に特化1にすることが推奨されているオペレーターが多いので、基地スキル目的で昇進させておくのもいいかもしれません。それでは実際にトミミを使用していきます。今回使用するステージは 6-4。トミミのステータスは昇進2のレベル30、スキル2のスキルレベルは7となります。リンゴちゃん、今日もよろしくね。害虫が怯えたりしませんから。ムースだって戦えます。本気で行くよ。ここからは一歩も引かない。うわ、寝ちゃうところだった。殴られたいやつは離れて。ただ一瞬です。あなたは私がお守りします。通常攻撃時はこのように普通の単体術師の性能となっており、特に目立った性能はありません。苦しみを忘れたことはありません。やってみますか。心配しないで。スキル発動後はこのように攻撃が敵を杖で殴る物理攻撃となり、攻撃範囲が大きく縮小します。そして攻撃力は1200を超えているため、オリジム指程度の敵であればほぼ一撃で仕留めることが可能となります。またこのように確率で範囲攻撃も可能なので、運が良ければまとめて敵を倒すことも可能です。スキル中は物理攻撃のため、寄生虫僧兵にはほとんどダメージは入りませんが、スキル終了後は再び実攻撃となるため、このように敵によって物理と実を使い分けることができるのが、トミミの強みと言えるでしょう。目の前で仲間が傷つけられることだけは我慢ならない。トミミはスキル発動の有無で攻撃の種類が変化するという配布オペレーターの特徴である一風変わった性能を持つオペレーターの例に漏れない性能となっています。そのため適切な場所にさえ配置すれば一定の活躍が見込めるオペレーターではあるのですが、非常に癖が強く平時での使用となると他のオペレーターに場所を取られがちにはなってしまっています。想定が使用される場面となると高い物理攻撃が必要なのにもかかわらず、前衛や狙撃の配置が禁止されてしまっている場合などが挙げられ、主に危機契約において活躍する可能性があります。そのため、現状では優先して育成をする必要性はあまり高くはなく、育成の優先度としては低めとなっています。性能面で考えるのであれば、必要となってから育成するという形でいいでしょう。ただ、トミミの資料にはひたすら面白おかしなことが大量に書かれているので、資料のために昇進と信頼度上げするのもありかもしれません。以上でトミミの紹介及び解説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、
チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。